にちは、シュトーレイです。今回もですね、青山案内、後編ですが、今回もゴーくんに案内してもらいたいなと。秋元ゴーです。よろしくお願いします。ゴーくんです。ではゴーくん、後半の第1個目は、僕が昔勤めていたコモンズ&センスっていう日本初のインターナショナルファッションマガジンがあるんですけど、そこの編集長が昨年オープンさせた、環境に配慮した新しい形のコンセプトショップに行きたいと思ってます。私もそれすっごい気になってたの。なんか私の中で去年のビッグ3に入るくらいにすごいお店だなって思ってて、ね、行きましょうよ。行きましょう早速。前半は246の原宿側だね。は反対側に来ております。ちょっと静かな感じですかね。そうだね。で、ここです。見えてきました。ここでした。ここです。レッドゴールド&グリーンっていうお店になります。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。コモンズ&センスの編集部の小田さんです。あと梅津さんです。このお店のコンセプト聞かせてもらってもいいですか？コモンズ&センスではこれまでファッション、音楽、アート、それ以外にも数多く社会問題っていうのを取り上げてきました。でその中で近年もう全人類共通の課題と言われている環境問題っていうのもフォーカスをしてきたんですけど、環境にとって良くない業界第2位っていう事実がありまして、第1位がエネルギー業界なんですけど、出した答えとしてファッションを着る楽しむ時間以外のライフスタイル、エコなプロダクトだったりとかを使っていただくことでプラマイゼロもしくは環境にとっていいことができるような時間が増えるんじゃないかっていうので、大好きなファッションを買い続けるためにできたお店。ファッション以外のものを全てサステナブルだったりとか、環境問題配慮したものを使おうっていう、それでプラマイゼロにしようっていう。どんなものが置いてあるの？朝起きて寝るまでのライフスタイル全般に関わるプロダクトが全て揃っています。で当店は3フロアあるんですけど、全部で800 SKU ぐらいの800個もあるの？すごい。当店に関しては使用用途に合わせてそれぞれのケア別に商品を出していただいて、だから床にフェイス、UV、ボディ、ハンドケア、フレグランスとかちょっと案内的な形で分かりやすく。そしてちょっとふと気になったこれ何ですか？クライメートクロックってご存知ですか？何ですか？地球温暖化って2030年まで 1.5 度上昇までにとどめないと歯止めが効かないって言われてるじゃないですか。なので地球は破滅を迎えてしまう。じゃああと8年7年しかないってこと？それを上昇させないために CO2 排出量っていうのを定めたんです、COP26 で。でその量っていうのはどういうペースで今使ってるかっていうのを測る。で私たちが常にこれを見てることによって、じゃあ CO2 排出を控えよう、じゃあちょっと車で移動を控えよう、そういったことにつながる。結局やっぱりね、情報で聞くのとね、こうやって目で見て可視化できるのって意識が結構変わってくるから、危機感が全然違うよね。そして次2回回りましたっけ？ちなみにわかる？これね、最近いろんなところで見ますよね。わかりますわかります。違う、新しい出たじゃんこれ。いい香り。好きなんですよ、バイラオ。口紅もあったりとか、これも全部環境に配慮してるんですよね。で1階は昼をイメージしたフロアだったんですけど、この2階が朝。この空間、綺麗、気持ちいい。2階につきましてはヘアケア、ルームフレグランス、あとそれから洗剤とかキッチン用品とかっていうのを取り扱っております。いるだけでテンション上がる空間ですね。これ多分私光合成できるもんこれ。やっぱビジュアルも可愛いの多いよね。プロダクトのデザインもこだわって選んでるって言ってましたよね。もちろんさっきのレギュレーションを満たしてるものもセレクトしてるけど、見た目的にもデザイン性が高いものっていうのをやっぱりセレクトしてるっていう風に言ってました。これとかも面白くない？石鹸かな？このブランドでおしゃん。すごいじっくり見ていただけるお店なので、お客様の滞在時間もすごく長めというか。そうだよね。だって石鹸一つ取ってこんだけ揃えられる？揃えられないよね。しかも可愛いしね、全部。でここら辺がバスカでランドリーキッチンと。歯磨き粉買いたかったんだよね。いっぱいあるよ、おしゃれなの。ソルティ歯磨きとかあるけど。な
高級感あるね。すごい買い物の仕方がねまたちょっと特徴的なんですよね。はい、こちらのプロダクトナンバーっていうのが、それぞれ記載されておりますので、そちらの番号を記載いただいてレジにお持ちいただくっていう。でこちらの QR コードを読み込んでいただくと商品説明のページに飛びますので、より詳しく見ていただけたりします。ちなみにこのアクリルもコロナのデスクの上に飾るようなボードあるじゃないですか。はい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 。あれのアクリルを全部カットしてへえ。再利用させていただいて。再利用ね。すごい。重機に描かれてるイラストなんですけど、これ佐賀県にある障害を持つアーティストさんをマネジメントされているピクパっていう施設がございまして、それに所属されている中川原飛鳥さんっていうイラストレーターの方にペイントしていただいて。ここにピクファって書いてありますね。あ、本当だ本当だ。じゃあ B1 に行きましょうか。B1 に。もうちょっと今日盛りだくさんで。盛りだくさんですよ。情報量多めの。でもゴーくんが紹介してくれて全部濃ゆい。濃ゆい本当に濃ゆい。はい、着きました。また全然違ったこうなんていうの、クラブっぽいというか。確かにちょっとムーディーな雰囲気ですよね。B1 は。夜感？夜感？夜感。これはどんなコーナーなんですか？体の内側からインナーケアとしまして、こういったサプリメント、ハーブティーだったりとかの他にナチュールワイン、あとクラフトビール。いや私ここ超好き。あ、そのコーナーね。ビオ。でも表参道って案外ビオのワイン置いてあるとこ少なくないですか？よくおっしゃっていただきます。ね、結構皆さんギフトとか年末年始とかもパーティー用とかにお求めいただくお客様も多くて、基本的にもううちのお店はもうラベルが可愛いっていうのが第一条件なので、好きな柄で選んでいただく方とかも多いです。こういったお土産も買えるし、ギフトも買えるから、なんだろう、誕生日会とかさ、お祝いとかに行く前にここに来たら結構全部完結するようなお店ですよね。これは何？地球儀。京都芸術大学で竹村先生が開発されたものになります。地球温暖化予測のシミュレーションとかも見れる。でこれが年代なんでしたっけ？で青いのが冷たい。はい。要はこの赤くなっていけば赤くなるほど温度が上がってるんですよ、地球の。でも2050年超えるあたりにはウルのところにほとんどなくなってきてる。本当だ。なので間もなく迎える2100年、地球がもう住めません。とんでもなくない。とんでもないです。すごい。私たち多分いないね。はい。でこれがもし私たちがアクションを起こした場合、多分2000年に入ってから結構違いが出てくると思うんですけど、65年とか迎えてもまだここブルーなんです。さっきはもうね。そうそうそう。ここしか白くない。ここまで抑えることがね。そうなんですよ。今頑張れば。さっきのクリメートクロックもだけど、これもすごいこれを可視化すると、とんでもないです。そう。でガチさもある中にもやっぱり僕たちには欠かせないユーモア。このジュークボックスとかはね。ほう、なんすかジュークボックスって。ジュークボックスは飾りじゃないです。なんすか。例えば一曲選んでみてください。渋いのいっぱいあるね。ジリオン間違いない。そうなんですよ。あ、じゃあ布施明がいいです。布施明、アシュクラメンの香り。N。お。なんかすごいね。これまだ使えるんだね。使えます。これは70年代のドイツのブーリッツァーっていうジュークボックスで、いわゆるみんなジュークボックスっていうとアメリカのこういうものを描かれるんですけど、やっぱり音楽ファッションっていうのはヨーロッパの方かなっていうことで見つけてきて、でも中身昭和っていうね。いろいろシュールなんですけど、この空間にこれが流れてるんですよ。その流れてるのはあなたがそう言ってましたからね。はい、盛りだくさんでしたが、盛りだくさんでしたね。本当に本気度が違うね。真面目におしゃれにかっこいいことやるっていうのがすごい伝わってきたなって。趣味がいい人がやると全部かっこよくなるね。そうだね。ねえ。さあそんな感じで次に行きたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またね。また。はい。
ちょっと離れて、子供の城のあたりからもう少し渋谷に寄った感じですかね。ここから次行くところは、次行くところは、洋服屋さんなんですけど、基本的にはアポイント制で、ポイント制ハードル上がりますね。そう、一応男性のお客様は入店が本来できなくって、男性禁止。そうでも連絡すれば入れるんですけど、で不定期で営業してる知る人ぞ知る、知る人ぞ知るセレクトショップですね。ですね、はい、しかも場所がヴィンテージマンションが大好きな人たちは垂涎のビラシリーズですそうなの？そう、これヴィンテージマンション好きはビラ好きなんだけど、まあね、素敵なマンションですよね。早速入ってみたいと思います。はい、行ってきます。こちらですか？はい、こちらのお店になります。ハイ&シークさんにお邪魔します。なるほど、看板がこれ。こんにちは。こんにちは。ほら、求めてましたよね。この絵を。楽しい。ハイ&シークの夏川いこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いこさん、このハイ&シークなんですけども、いつからやってるんだっけ？2014年の11月頃かな。メキシコに私その前にこの店を始める前に住んでて、それでちょっとスカウトされて、なんかレディースの店やらないみたいなこと言われたので、帰ってきて半年後ぐらいのタイミングで。ちなみになんで男性禁制なんですか？もうこの見ての通り狭いので、見知らぬ男性が来るとちょっと怖いなっていうのがもうそれだけちゃんと目的があって来てくれる方にはもちろん対応するんですけど、こだわりのセレクトですが、どんなのがあるの？今はほとんど売り物はないとそういうお店です。そういうお店で、例えばコエラトキさんって言って日本のブランドなんですけど、クリスタルセアとかやってたセアさんっていうデザイナーさんと、そのテキスタイルメーカーのタッカさんが一緒にやってるブランドに別注をかけて、ここにも刺繍入れてもらったりとか、ここにも刺繍が入ってたりとか、丈も変えたりとか、いろいろこうちょっといじってます。ほぼこの店オリジナルみたいな感じ。そうですね。この店は基本的にはほぼ別注なので、ちょっと変えたりってことが多いですね。じゃあ本当ガチでここでしか買えないですね。ガチでここでしか買えないし、SNS とかで見てもうすぐ連絡しないとなくなっちゃったりしそうだからもう気になるのがあったら「いこさん」って言って「あれ?」って言ってみたいな。すぐなくなっちゃうことが多かったんで、オーダーイベントとかも最近はよくやってて、なのでこういうこれも日本のブランドジムコンテクストっていうブランドなんですけど、そこのカシミヤをふわふわ、そうカシミヤの別注の3色とかでこういうサイズも揃えてオーダー買いですね。ハイクオリティなんだけどカジュアルみたいな。そうです。カシミヤのまさにね、ミラードリブで作ってるので、かなりムチムチで着てて軽くてあったかい。うちでカシミヤ強くて。今いこさんが着てるのもカシミヤだもんね。これも全部カシミヤ。これとかこの辺カシミヤで、これはルメール・ニドルフってドイツのベルリンのハンドニットのブランド。やっぱりこれもカシミヤで手編みなので、非常に軽くてあったかいのがポイントなんですけど。軽い思ったより軽い。空気着てる感じ。そう着てるの忘れちゃうぐらいで、なんかそういう素材感とか、こっちもそうですけど、こういうのもやっぱり軽さとか痒くない。なんかちょっと民族っぽさもありつつじゃないけどね、なんだろうこれ面白いデザイン。しかもちょっと下じゃない？丈も変えてるんで。かわいい。ちょっとさらっと羽織るのいいね。で保温性もやっぱ高いとか、あと1月末か2月ぐらいに今年オーダーイベントをやるブランドでネリっていうネリ、どこのブランドなの？これはイタリアのフィレンツェのワイナリーとかがある郊外があるんですけど、オリジナルでハンドで生地とかを作ってる。こんなもん見て波打つようないいカシミヤ感出てるじゃないですか。この波。14歳ぐらいからチクチクそうやってやってるおじいさんとかが作ってる。こういうブランドをどうやって見つけてくるの？なんかね、私結構引き強くて、なんかたまたま出会えるみたいなこと多くて、誰かが紹介したいって言ってくれたりとか、見てたらポンと出てきたりとか、すごいそういうことが多いですね。モード系なものからサルトルヤ系まで結構レンジ広くないですか？レンジめちゃくちゃ広いです。私自分が好きなものがやっぱりそういうものっていうか、でもこういうちょっと華やかなものも好きだし、なんかいろいろこう混ぜて着るのが好きなタイプなので、こっちは懐石料理だったらこっちはフレンチだよねみたいな感じで、全部食べようよみたいな。なるほど。つまんでいきましょう。ああいう風にしたいんだよねみたいな。確かに。ゴーくん着てみる？
僕はねサイズがね、そう別注サイズでもねもう所有してます。これも持ってるしこれも持ってるしこれも持ってるしこれも持ってる。すいません、これニアリーイコールゴーくんちゴーくんちのワードローブなのでは。で別注ができるから大きいサイズを僕は作ってもらってみたいな感じで、なるほど。そうそうそう。レイさんとかはねこのぐらいでスパンって、よいしょ。でもあ、軽い。あ、可愛い。これはもう素晴らしいですよね。これ私いい女でしょう。これすごいいい女。これいい女でしょう。光り輝くカシミヤみたいな。そうだね。すごい。手で縫ってるものなので、柔らかいんですよね。この縫い跡が。今柔らかいし、なかなかすごくやっぱ生地感はいいですよね。ちなみにこれとこれが1月2023の1月2月にオーダー。そうですね、オーダーイベントをやります。じゃあこれとこれですね。そうで、これはあと色も選べるんで、あと生地があとプラチナムっていうちょっとベージュ系のなんだキャメルっぽい色と、あとまあネイビーエクルにもう一個マスタードみたいなカラーが。これはヴィンテージのデニムね。ヴィンテージデニムのに加工を入れてもらいました。白がこんな感じ。後ろはシンプルなんだけど前から見ると柄入ってます。柄入ってて結構こういうの入る。でこういうのもさ普通さパーツでさ染めててさここで柄が切れちゃうみたいなさとかじゃん大体普通って。これって製品後にこの加工をしてるからさ。ちょっとこの奥行きっていうかさ、そういうところがやっぱさこだわっててさ、こだわりでございますよ。そしてこっちは？こっちもちょっと売り物じゃないんですけど、ちょっと自分のしょうがなく持ってきたんですが、こういうののオーダー会もやってました。デニストールっていうカシミヤのストールなんですけど、しなやかなカシミヤなので、シングルベッドサイズですね。はい。柔らかい。そう柔らかいしあったかいし、今優しさに包まれてる私。意外と生地分量あるように、そこまで重さもないし。こんな軽いの？そうすごいよね。手織りなんですよ。ネパールのそのファクトリーで手織りでこうガチャンガチャンやってるんで、やっぱ手織りだと軽いですよね。やっぱこういうハンドニットもそうだけど、手で作ってるのってなんかね保温性も違ったりとかするんで。空気感はらみますよね。そうだからこの辺ってほぼ私物で、もうなんかこれ売ってますかって言われて売ってないですみたいな。ただの見せびらかしだ。ただこの辺とかはだからラルカブズラっていうスペイン在住ルーマニアのコンテンポラリーアートジュエリーのこれセラミックなんですよね。でブローチ。他で見ない。他で見ない。だって他のセレクトショップさんってこういうの取り扱ってなくないですか？これはさ定番のさ刺せるやつここに。刺せるやつ？タバコとかがさ。ここにタバコを刺して吸いたくなったらこうやって吸うってことですか？とかそれはしないけど、なんかオフィシャルのアカウントではねお花刺したりとかね、あとお札入れてたりとかね、やっぱりこの店でしか買い付けてないようなものが揃ってるっていうところもここが好きなポイントだから、女じゃなくてよかったなっていつも思ってる。だからもうだからほら着れない、物理的に着れないものとか多いから、そう女性だったら結構もう破産で、このイコさんも今ピアスしてる。イコさん作ってんじゃなかったっけ？そう、ステラ、アルファベットジュエリーステラ。自分の好きな言葉でピアスとかネックレスとか作ってつけられたら楽しいだろうなと思って始めたブランドなんですけど、あれか推し活とかだったら好きなアイドルの名前とか入れるとめっちゃいいよね。ねえ、ゴーくんの好きなアイドルは？ポケモンかな？ポケモン？ポケモン好きだね。ポケモンもね、ピカチュウっていう。すごい好きだね。すごい好きだね。すごい好きだね。ちょっと遊びの外しのアイテムだね。そう、カンバセーションピース。何つけてんのみたいな。そう、何つけてんの？可愛いね、可愛いじゃんみたいな。そのままですみたいな。そう。面白いお店。スカカンかもっていう情報を聞いてたんで、そう思うとなんとなくねあってね。よかったよかった。じゃあありがとうございました。イコさん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ハイ&シックを経て前編で紹介したザ・ハウスに戻ってきました。ザ・ハウスの中のパリ屋さんですね。このケーキがね今ガールズたちに大人気なんですよ。そしてジェラート、僕は何味？僕は前編に気になるって言ってたミルクレープメープルとストロベリーミルクで、私は和栗のモンブランですね。ちょっとね内容の方を店回ったんでね、ちょっと糖分がね、そう頑張ったんですよ。頑張ったんですよ。そうね。いただきます。いただきます。超モンブラン。超ミルクレープ。すごいやっぱクレープの食感が入ってるね、皮が。入ってる。あとメープル大好き。
ミルクレすごいミルクレーパーにするよね。すごい。これさ、アイスじゃなくてアイスとケーキの中間。わかるわかる。すごい。それも美味しい。ちょっと大人っぽい味。ちょっとブランデー入ってるっぽい感じの。じゃあ崩させていただきます。ででんででん。私生クリーム大好きなの。すごいまつげピクピクしてるけど。いただきます。幸せの味。なんだろう。生クリームふわふわでね。ふわふわ。甘すぎなくって。大人のショートケーキ。僕どこが一番面白かった今回。3個回ったんだっけ？なんか10個くらい回ってんだけど。10個ぐらい10個ぐらい回ってきているけど、どれも三者三様かな。なんかそれぞれがちょっと違うテンションの店をちょっと今回ピックアップさせてもらったので、なんかそれぞれ面白かったかなと思うけど、ハイアンドシークはあんな店多分他にあまりないと思うので、日本にもないし世界にもないと思う。全部売ってない。売ってない。今日かかってたものも。からまあハイアンドシークさんが面白かったかなきっと。この他には青山もっとおすすめある？まだまだあるね。洋服屋さんも夜遊びスポットもご飯屋さんも大体結構この界隈で結局仕事が終わるのが大山らへんで終わることも多いから、そのままご飯食べてとかもしてるので、じゃあ次ボリューム2ですかね。青山ボリューム2いきますか？ボリューム2もとんでもないことになっちゃうかもしれないね。千円一夜物語みたいになっちゃうけど。確かに。そうそうそう。ぜひぜひまた機会があったらよろしくお願いします。お願いします。あと両国ね。そうですね。そう。2月の中旬ぐらいだと思うんですけど、ちゃんこ千代の富士っていう名前のちゃんこ屋さんを、家が両国の墨田区にあるんですけど、もともとそこで父がやってた相撲部屋の場所があって、そこの土俵を残したままリフォームして、ちゃんこ屋さんに変えてオープンします。ぜひぜひオープンしたら遊びに来てください。行きます。両国だけ全然行きます。また詳しい日程がもう少ししたらね出てくると思うので、その辺も確かあれからゴーくんの SNS とか見ていただければ、分かりやすいかと思います。はい、皆さんはどのお店のどんなところが気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。